こんにちは、アリアです。今回から4回に分けて5次元に移行した人が体験する世界についてお話ししていきたいと思います。まず、最初に確認したいのは5次元とは何かということです。スピリチュアルな話になると、次元が上がる、波動が高くなるという言葉がよく出てきますが、これをふわっとした感覚で捉えてしまうと、逆に分かりづらくなってしまいます。ここでお伝えする5次元とは、目に見えない霊的な世界に行くことではなく、人間の意識の状態が変わることです。言い換えれば、物の見方、情報の受け取り方、判断基準が変化することを指しています。例えば、これまでの3次元的な意識というのは、物質、損得、他人の目、正解と不正解という基準で、物事を考える傾向があります。どちらが得か、評価されるのはどっちか、これをやれば正解。そんな風に、外側に、正しさや意味を求める感覚です。これに対して、5次元の意識に移行した人は、自分の内面の基準によって選択をするようになります。例えば、仕事でも、年収が高いから、安定しているからではなく、自分が納得できるか、やりたいか、無理がないかという視点が主になります。これが、魂の目的に沿った選択と言われるものの正体で、実は、何か特別な啓示を受けるということではなく、自分の違和感や本音を、丁寧に拾い上げるプロセスなのです。5次元への移行とは、このように、意識の優先順位が変わることであり、それによって、生活全体が少しずつ変化していきます。ここで大切なのは、これは、一夜にして劇的に起きるものではない、という点です。ある日突然、何か超常現象が起きるということではなく、生活の中で感じる、ズレに気づき、それに合わせて、選択を修正していくうちに、徐々に移行していくものです。例えば、こんなケースがあります。これまで、当たり前のように毎日見ていたテレビニュースや SNS のトレンドが急にどうでもよくなったと感じるようになる。人の評価に過敏だったのにあまり気にならなくなってきた。やりたくないことをしょうがないと我慢していたのがやめてみようかなと思えるようになった。これらはどれも5次元意識への移行の一例です。外に正解を求めるから自分の感覚を信頼するへと軸が変わってきた証拠です。5次元に移行した人が体験する世界とは、こうした変化の延長線上にあります。決して、新規体験をした人だけの話ではなく、もっと地に足のついた、現実の選択や行動に反映されるプロセスなのです。例えば、自分の価値観で、情報を取捨選択できるようになる。気の合わない人との関係を無理に続けなくなる。自分の体のリズムや直感を優先するようになる。こうした変化が一つ一つ積み重なると、ある時ふと以前とは全く違う感覚で生きている自分に気づくようになります。ただし、ここで一つ注意しておきたいのは、こうした変化には必ず揺り戻しもあるということです。今日は自分の感覚で選べたのに、明日はまた他人の期待に合わせてしまう。そんな日もあるかもしれません。でも、それでいいのです。5次元への移行とは、一度入ったら戻らない世界ではなく、3次元と5次元を行き来しながら、自分の軸を整えていく過程なのです。他の例を、もう少し紹介しましょう。ある女性は、会社の評価ばかり気にして、自分のやりたいことを我慢してきました。けれどある日、自分の本音を無視していることに気づき、数ヶ月かけて転職活動をし、無理のない働き方にシフトしました。このように、5次元の意識とは、現実逃避ではなく、より現実に対して誠実になる生き方なのです。今回は、5次元とはどういうことか、という入り口について、お話ししてきました。次回は、5
5次元に移行した人が日常生活でどのような変化を体験するのか、具体的なテーマとして、情報、時間感覚、人間関係を取り上げて、一つずつ掘り下げていきます。あなたのこれまでの感覚の中にも、すでに5次元への入り口があったかもしれません。続きも、ぜひ楽しみにしていてください。また次回、お会いしましょう。